放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第83話、壊れるまで抵抗せよ。北部防衛戦。その日も戦場は崩れなかった。昨日より空気が重い。ユーマは言葉にできない違和感を抱えていた。戦っている、守れている、流れも悪くない。それなのに何かが溜まっている。その時だった。右前、突破されるぞ。怒号が走る。同時に前線の一角で白煙が吹き上がった。魔族側が投げ込んだのはただの煙幕ではない。視界を奪い、魔力探知をなまらせ、音の反響すら歪める特殊な霧。その中へ極の魔族たちがまとめて突っ込んできた。壁役、質量、破壊力だけで押しつぶすための昇格。盾兵が吹かれ、陣形が歪み、防衛線の形そのものが崩される。前線、厚くしろ。重装を回せ。今すぐだ。ユーマの背中を嫌な汗が伝った。一手じゃない。突破そのものよりも兵を吸い込むための攻撃。そこへ後方補給路側にもできかけ、数は少数部隊だが異様に速い。今度は別の方向。軽装、俊敏、獲物を狩るためだけに作られたような部隊。前線に兵を寄せた瞬間を狙って補給線を揺さぶり、予備隊を引きずり出す。二方向同時、質量と速度、真逆の性質を重ねて判断を割く。ユーマは息を飲んだ。早すぎる。対処を考える前に、判断を整える前に次が来る。まるで思考の隙そのものを削り取るように誘導されてる。これはただの煽りじゃない。計算された意図的な崩しだ。そして本命はそこじゃない。一瞬戦場の空気が吹き絞られた。次の瞬間、防衛線のさらに外側、爆発とともに地面がはぜた。土煙が巻き上がり、大地が震えた。誰も想定していなかった位置から黒い影がガンガンのように飛び出した。魔族の精鋭騎馬隊。数は10に満たない。だが実現した瞬間から違った。止まらない、構えない、躊躇しない。凄まじい踏み込み。大地が悲鳴を上げ、空気が吹き裂かれる。先頭にいたのは漆黒の仮面、バルミラ。彼女は牙でシックしていた。いや、魔獣馬を狩り突進していた。殺意を圧縮した位置のように一直線で言う前、来るぞ。誰かの叫びが遅れて響く。見ているのは一点だけ。まさかイーナが歯を噛みしめる。精鋭たちは前線を無視した。盾兵の列を割り、弓兵の車線を踏み越え、治療班の存在すら意に介さない。全てを置き去りにしてただ目的だけを打ち抜く軌道。迷いも選択も存在しない。あるのはただ一つ。ユーマを消す。俺か。確信が胸に落ちた。心臓が強く打つ。前線は重圧で縛られ、後方は高速部隊で削られ、援護を回す余地はもうない。間に合わない。もう逃げ場はなかった。バルミラはシックしながらすでに間合いを測っている。ユーマだけを見て、その距離が一瞬ごとに削れていく。バルミラ、名をつぶやくと、彼女はほんのわずかに首を傾けた。覚えていてくれたのね。声は穏やかだった。あなたを潰せば全部勝手に傾くわ。精鋭たちがさらに速度を上げる。バルミラとその側近数機は中央のまま、ユーマをまっすぐ見据えて突進。他は左右に展開し、翼を広げるように両側から迫ってくる。多いか。気づいた時にはもう遅かった。左右が退路を塞ぎ、中央が槍のように突き
息を吹き返したのは一条の雷光が走った。その瞬間だった。させないイーナの弓が鳴る。雷神の弓につがえられた矢は夜速を倍化させ、雷そのものへと変質した。シュパーン。音が遅れてきた。矢は飛んだのではない。空間を貫通した。閃光が一直線に走り、精鋭部隊の先頭パルミラのすぐ後ろにいた黒装の胸部を正確に撃ち抜いた。ドガーン。内部から弾ける魔力、総光が砕け、身体が吹き飛び、黒い影が空中で分解する。一撃必殺。精鋭騎馬隊の速度が一瞬だけ乱れた。何？パルミラの声がはっきりと戦場に落ちた。初めてだった。彼女の声色にわずかな予想外が混じったのは、その仮面の奥で優越とは違う感情が揺れた。だが止まらない。速度はむしろ上がる。イーナが再装填するより早く距離は削られる。来た。ユーマは歯を食いしばった。正面衝突だ。彼は前に出ると新たな補助アイテムを召喚した。人間の間は身体を極限まで加速させる。その反動衝撃を無効化。召喚と同時に手首に叩く込まれ、間がカチリとはままった。瞬間世界の動きが鈍った。違う。ユーマだけが速くなった。はあ。地面を蹴る爆音。位相加速によって踏み込みが常識を逸脱し、地面がえぐれ、衝撃波が後方に広がる。飛び込む四大マハタバルミラと真正面から激突。ガヒーン。剣と剣、あと魔装、雷光と正気が衝突し、火花が嵐のように舞う。受け止めた打倒。バルミラの仮面がわずかに傾く。その背後から続く精鋭騎馬が一体と流れ込む。だがその瞬間、地面が凍りついた。氷爆人、氷爆人、セレスの杖がひらめく。大地を這うように氷紋が走り、精鋭たちの足元を一斉に覆い尽くす。薄く鋭く絡みつく氷、踏み込んだ足を奪い、一瞬だけ動きを縫い止める。突進軌道が狂い、踏み込みの角度が歪み、円形の拍がほんのわずかに乱れる。数がイーナも援護射撃を放つが、騎馬隊は動きながら回避し、あるいは仲間を盾にして突き進む。上手すぎる。ユーマは悟った。これはこの強さじゃない。殺しに特化した連携だ。精鋭部隊は自然に散開し、ユーマとイーナとセレスの間に致命的な距離を生み出していく。分断、意図的で迷いのない動きだった。ユーマ、イーナが叫ぶ。そして空気が変わった。バルミラが踏み込んだ。それだけで戦場の重さが格変わる。あなた、やっぱり面白いわ。その声は静かだった。だが次の瞬間、地面が砕け、空気が吹き裂かれ、残像すら置き去りにする突進。精鋭とは次元が違う。構えるより早い。ガヒーン。強烈な反動が腕を貫いた。骨に直接鉄槌を叩く込まれたような感覚が走る。チンタマキの反動固定がなければその場で砕けていた。思い止まらない。2、3、剣を引き体勢を削り呼吸を奪う。攻撃ではない。押しつぶすという表現が正しい。強すぎる。同格じゃない。四大魔性。この戦場において格そのものが違う。ほら、彼女の声はどこまでも静かだった。壊れるまで抵抗して一撃。ユーマの剣が完全に弾く飛ばされた。回転しながら銃を舞い、地面に突き刺さる。無防備、距離
瞬間続く。第84話絶対0度と雷鳴。